よいしょ、こんにちは。アゴヒゲバイクチャンネルです。今日はですね、ボンネビル T120 の地味にすごいところを3つお伝えしたいと思います。なんで地味なところかというとですね、ボンネビル T120 ね、パッと乗って、トルクがすごいなとかね、かっこいいなとか、あと音がすごいいいっすねみたいなのは、パッと乗った印象で出てくるんですよね。ただ、私、もう2年、ちょうど今日で2年になりますけど、市場とかで他のバイクとかと乗り比べてね、パッと乗っただけじゃわからない。だけど、地味にすごいなっていうところが、何個かあって、そのうちのね、3つを今日お話ししたいなと思うので、ボンネビル T120 だったり、ボンネビルシリーズの購入検討している方の参考になればいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。じゃあ早速行ってみましょう。まずボンネビル T120 地味にすごいところ1つ目はシートですね。シートの何がすごいかっていうと、まずね、長時間乗っててもね、全然疲れないんですよ。多分そのクッションがね、柔らかすぎず硬すぎずちょうどいい塩梅なんだと思うんですけど、試乗動画で結構シートのことをね話したりするんですけど、あれ試乗だと大体3時間4時間ぐらいバイク乗ってるんですよ。でね、さすがにねそんだけ乗ってるとねちょっとねお尻痛くなってくることがあるんですけど、同じようにボンネビル T120 乗っててもねそこまで疲れないんでね、お尻痛くなるっていうことがない。ボンネビルに乗ってる間はそれ全然気づかなかったんですけど、やっぱね試乗して他のバイクと乗り比べるとね、やっぱ全然疲れないんだなっていうのを改めて感じるんですよね。で、あとはシートの形状もあるんですけど、足にね干渉しないんですよ。レンタルバイクとね比較して分かったんですけど、またがった時にね太ももに変に太ももに干渉しないので、なんか煩わしさというかね邪魔だなみたいな感じないの。なので、椅子に座ってるようにさえ錯覚する、そういう座り心地というか、またがってる感が薄いのかもしれないですね、もしかしたら。あとはね、シートが前後に広いっていうのもあって、座り直しがやりやすいんですよね。余裕を持って座り直しできるんですよ。信号待ちとかで、ちょっとお尻ずらしたりとかね、長時間乗ってる時でも、ちょっとお尻のポジション変えたいなっていう時に、がっちりここに座んなさいよみたいにはなってないので、前後にちょっと移動したりとかね。で、その幅が結構広いので、鉄の位置ずらしが簡単にできるんですよ。これね、結構地味に良くて、もともと、疲れにくいクッションではあるんですけど、その座り直しのしやすさも相まって、さらに、快適に過ごせることができるんですよね。いやー、素晴らしい、ボンネビルのシート。はい。で、続いて2つ目ですね。2つ目は、ハンドルがいい。ハンドルの何がいいかって、これ、ボンネビル T120 に限ったことじゃないんですけど、外車はそうなのかな。インチ系なんですよ。太いのね、ハンドルのグリップが。これ何がいいかっていうと、私国産でね、唯一この気に入らないというか、心もとない感じがするのが、多分ボンネビルに慣れてるからかもしれないんですけどね、ハンドルね、すごい細くて、華奢に感じるんだよね。それがね、ちょっとね、運転してて、ある種の不安を覚えるんですよ。インチ系だとね、がっちりしてるので、握り応えがあるっていうのかな。しっかりと握れるので、安心感がね、あるんですよね。で、大概の男の人ってそうだと思うんですけど、国産だとね、結構手が回りきっちゃうことがあって、細くないかなって毎度思うんですけどね。車重もね、他の、国産のバイクに比べると結構あるので、これぐらいのハンドルの握りやすさというか、ホールド感がないとね、ちょっと不安なところはあるんですけど、もしかしたらそのクイックな操作感みたいのは、ハンドル太い分減るのかもしれないんですけど、この走行してる時の安心、安定感というかな、体の部位に直接関わるところって、結構センシティブじゃないけど、敏感になるじゃないですか。なのでシートもそうだし、このハンドルもそうなんですけど、重量に見合った、しっかり感というか、そういうのがハンドルから感じられるので、ここはね、地味にすごいなと思うんですよね。軽いバイクだったらね、いいんですけど、バイクのこのハンドルの毛って自転車と同じじゃないですか。そこがどうしても慣れなくて、好みの問題かもしれないんですけど、バイクはこのインチの方がしっかりくるんですよ。しっかりとした安心感が味わえるのは魅力的ですけどね。
ボンネビル地味にすごいところ3つ目ですね。最後3つ目はシフトペダルです。納車した時にね、アクセルがこうガコンと入るというので、すごい入りやすいなーって思ってたんですけど、いや、そこはね、真髄ではなかったですね。このね、シフトペダル何がすごいかっていうと、いい塩梅の感触なんですよね。言葉にするのがちょっと難しいんですけど、これもね、いろいろ試乗してみて分かったんだけど、うるさすぎず静かすぎず、硬すぎず柔らかすぎずのね、本当にね、ちょうどいいところに、設定されてる感じがするんですよね。当然、ニュートラルから一足入れるときにね、ガコーンってこう、踏みつけてギアを入れるんですけど、その後ですね、一足二足って上げていくときに、クックって入るんですよ。このね、入り方というか、感触がね、絶妙にできてますね。意図してここを狙ってるのかわかんないんですけど、今まで試乗してきたバイクって、ギアチェンジの時にガチャガチャするものもあれば、全然音をしない、もうギア入ったのかすらわかんないようなね、静かなものもあったりして、それが特徴でもあるかなとは思うんですけど、結構様々あるんですけど、このね、T120 のシフトペダルは本当にこう、いいところにあるんですよ、感触が。俺は多分ね、こう、いろいろ乗ってみないとわかんないかもしれないんだけど、このシフトペダル自体の作りも結構重厚な作りになってるじゃないですか。多分ね、それも相まってなのかなと思うんですけど、重みはあるんですけど、重すぎず、かといってこう、スカスカする感じでもないんですよね。だからしっかり入ったなって感じる、ちょうどいいところを、設定してきてるような気がします、このシフトペダル。なので、ギアチェンジでこうストレス感じるってことはないですけど、やっぱね、気持ちいいんですよね。ガコンガコンって感じじゃなくてね、こうクンクンって入るのが非常に心地がいいんですよ。なので、今話したこの地味にいいところ3つ、本当に地味ですけど、肌感覚的なところが大きいんですけどね。ただ結構それ長く乗ってると大事なポイントだなとは思ってるので、なので、地味にすごいという表現をさせてもらったんですけど、興味のある方はぜひね、試乗してみてもらいたいんですよね。はい。というわけで、ボンネビル T120 の地味にすごいところ3つお伝えしました。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。また今後もこういったボンネビルのレビュー動画だったり、あとはバイク関連のアイテムのレビュー動画なんかも出していくので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。